S1 号シルビアの中だと最終のモデルかな、グレードがスペック R の V パッケージ。 Welcome to our channel. Enjoy our new content with English subtitles, created for our global audience. The featured cars in this video are available worldwide. ブレンボブレーキ、ボンネットもね変わってる。これカーボンかな。あとターボタイマーが入ってるのと、ハブコンっていって、コンピューターですね。ニスモエアロがついてるでしょ。はい、じゃあよし君こんにちは。こんにちは。はい、2023年第2弾は S2000 に続きこちらのシルビアになります。はい、本当は通常ご紹介する時ってある程度下準備してから説明をするんですけれども、はい、実は最近ですね車がありがたいことにたくさん売れてまして、はい、でもその一方で全然入ってこなくて年末年始っていうのもあり、はい、なんで紹介する車がだんだんなくなってきてるので、はい、今日こちらの車はまだ入ってきて2日目ぐらい、まだ僕全然車見てません。なのでちょっとざっくり紹介で、なおかつ、多分ホームページアップされるのは変な話1ヶ月後とか1ヶ月かかんないかな。でもそれぐらいにはなっちゃうと思うので、はい、そこまでに欲しい人いれば、言ってもらえればと思いますし、ホームページアップされればもうちょっと細かい部品なり詳細がお伝えできるかなと思います。はい、なんで今日はざっくり雰囲気だけ先にお伝えできればと思います。こんだけかっこいい車なんで、なんか動画撮る前にパッて売れちゃったらちょっと悲しいかなと思って、はい、もうとりあえずあるうちに撮っとこうというのが今回のコンセプトです。はい、じゃあ早速ですね、この車の内容をご紹介させていただくと、まず年式が2002年式ですね。平成14年の8月登録の車なので S1 号シルビアの中だと最終のモデルになるかな。はい、で、グレードがスペック R の V パッケージという、グレードになります。スペック R なんでターボついてます。で走行距離が、なんとですね7万1000キロ実走行で全然走ってないんですよ。なんで車のコンディションはとてもいいんじゃないかなと思います。であとは何といってもこの見た目、こういうさドリフト系とかさ、はい、走り屋系とかなんかいろいろあるじゃん。はい、こういうのをスタンス系というらしいです。スタンス系、はい、いろんな見方はあると思うんですけども、はい、スタンス系って言ってこうちょっとハの字を切って後ろからこう見てもらうと分かるんだけれどもさ、僕はちょっとそのジャンルはあまり実は詳しくないんですけれども、ハの字を切ってとにかく下げてみたいなところがあります。そうですよね。はい、もちろん車検非対応でございます。はい。でもかっこいいよね。かっこいいですね。うん、はい、めちゃめちゃかっこいい。しかもめちゃめちゃ低いという形です。はい、でただこの車ですね、見た目だけこう低くてハの字切ってかっこいいっていうだけじゃなくて、はい、結構ついてるパーツも実はレアで、はい、これニスモのバンパーなんですよ。ニスモエアロがついてるでしょ。はい、でリアもニスモエアロと、はい、結構珍しい。てかかなり珍しいという形です。であとは、ブレーキもね、これ Z33 なのかな、ちょっとちゃんと調べないと。34なのかな。ブレンボブレーキ、しかもこのクリアランス見てよ、これ超ギリギリだからはい、ちょっと後ろもブレンボです。インナードラム化、まだこれ車検証も来てないからね、インドラ化してんのかな。じゃあ早速もうエンジンルーム見ちゃいましょう。僕もちゃんと見てないです。本当に入ってきてパッと確認して、もうちなみになんで今エンジンかけてるかっていうと、バッテリー弱ってるんで、なるほど、エンジンかけっぱでご紹介させていただきます。ボンネットもね変わってる。これカーボンかな。カーボンっぽいね。はい、なんだっけ、なんていうメーカーだっけ、スタウトさんかな。はい、ちょっと汚れてますが、はい、入ってくるときは大体こんな感じです。はい、まだ中身ちょっと見てないんでコイルとか変わってるかはちょっとわからないんですけれども、クスコタワーバーでしょ、はい、HKS のインタークーラーでしょ、入ってますよね。はい、タービンとかはノーマルだし、カバーついてるけど駅間にもノーマルかなだと思うな。ですね。シートも別に入ってないなという感じですね。あとはですね、シルビア走るのに、ドリフトをやる方なんかはよくご存知、これハーネスなんですよ。はい、本来ここ通ってないんですよ。はい、じゃあなんでここ通すかっていうと、本当はこのフェンダーカバーライナーの裏を通ってるんですけど、はい、ドリフトやる人とか走りやる人とか、もうこういうホイール剥がせる人もそうだと思うんですけど、このインナーカバー取っちゃうんですよね。はい、
取っちゃうと何が起きるかっていうと、このハーネスがここにむき出しになるんですよ。でそれが、ぶっちぎれちゃってショートしちゃったりとか、はい、僕の友達この間それなってましたけどっていうのがあるので、ハーネスをこう上通すっていうのはこういう外して乗る人なんかはすごく大事ですね、はい、でもやるとしたらものすごい大変なので、はい、これもやってあるんでかなりポイント高いかなと僕は思ってます、はいはい、エンジンも距離少ないからね、とても調子は良さそうじゃないかなと思います、はいはい、そうシューフ歴あります。右フロントインパネシュードアサポート、でもこれちょっと出てるか、ストラットサビ若干あるかな。でも綺麗だね、はい、フェンダーは変えてますよね。シューフ歴講座で言うならばボルトのネジ、はい、こことあとこの裏もですけど、舐めてれば大体交換してるって話なんですけど、フェンダー交換してる、はい、でラジエーターコアサポート交換してる、でフロントインサイドパネルがここの部分ですね。この部分のパネル、このパネルも修正、もしくは交換かなが入ってると、ストラットは大丈夫ですね。ここは変わってないね。こっちはオリジナルですね。綺麗だね、錆びなくてね。インパネもシールもオリジナルなんで、はい、どっちかっていうと右前か、右前の部分がね、はい、メンバーは大丈夫そうかな。クロスメンバー大丈夫ですね、はい、なんで、右前軽くっていう感じでいいんじゃないかなと思います、はい、もちろん試乗してこれは完全にダメだ、売り物にならないという形であればうちは一般のお客さんには売らないので、そこら辺はご安心いただければと思います。じゃあ試乗はしてないんですかっていう話なんですけど、実はこの車ですね、試乗をちょっとしたんですよ。ちょっと乗ったんですけど、はい、実はこの車今クラッチ滑ってます。さあ出だしでどんぐらい回るかなとかどうかなと思ってちょっと踏もうとすると回転数だけグワーッつってもうクラッチ滑ってるんですよ。なんで、はい、1ヶ月ぐらい時間かかるっていうのはとりあえずクラッチ板交換しないことには何も始まらんというところがあるので、はい、クラッチ板交換したらもうちょっと走ってみてどうかなと思います。あとは車高もこの状態だとちょっと走れるけどせっかくのターボ車なので、はい、でもこれがかっこいいんだよな。多分すごく今ね判断実は難しいです。車検はいずれにしても多分この車高じゃ通らないので、一回クラッチ変えて車高を上げて、で車検取ろうかなというふうに思ってます。車検がね確か切れるか切れてるぐらいなんですよ。はい、そうでよし、このねヘッドライトも変わってて、はい、でテールランプも変わってるんですよ。テールランプ、はい、78ワークスさんです。で、この手のそのライトとかテールとか、とても人気があって、しかもクオリティが高く、現代風の LED のテールなりヘッドライトなり変わってるんですね。人気あるんですけど、ね、シーケンシャルウインカーでかっこいいですね。かっこいいですね。はい。はい、という形でものにも、変わってます。はい。はい。で、あとは下回りいっちゃいますか。下回りはですね、はい、この車に関しては今、フロントパイプが HKS の、フロントパイプが入っていて、で触媒は純正、はい、でリアにも HKS のマフラーが入っているという形なんで、はい、触媒純正でこの音量なんで車検は、この部分に関しては、全然問題なしかなと思います。はい、はい、このウイングは車検通んないかな。どうだろうな。多分通んないと思うな。内装に関しては、ブリットのフルバケシートが入ってて、でハンドルがモモのドリフティング入ってて、クイックリリースもついているので、はい、これですね、よいしょ、こうやって取り外しがちゃんとできるようになってますからね、はい、っていう形です。あとターボタイマーが入ってるのと、サブコンっていって、コンピューターですね、はい、で F コン S セット HKS のついてますので、馬力も上げられてるでしょうという形です。なんで多分っていうと言い方変ですけど、そうだよな、何度も言うようにこの車高じゃなかなか走りきれないと思うんですよ。どのシーンで走るか、要はサーキットタイムを速く走るのか、峠を走ったりとかっていうのもありますし、一方で同じサーキットでもドリフトをやる人も
いますし、どんな走り方かっていうのはありますけど、タイムを出すっていうとなかなかちょっと厳しい車高と厳しいキャンバーだと思うんですよ。わかりますよね。とはいえですよ、さっき言ったようにハーネス内側にもそうだし、インタークーラー入っててブレーキまでここまでやってあるんで、好みですけれども、ホイールとキャンバー角ちゃんとやれば、普通にサーキットとか行けちゃう車、サブコンもついてるので馬力も当然上がってるでしょうから、純正のスペックカールで250馬力なんですけど、それ以上は全然あると思うんですよね。9排気、でも9気ノーマルだったな、エアクリ、ちょっと中のフィルターどうなってるかわかんないんですけど、っていうところなんですよ。だからもちろん見た目的にもうかっこいいので、でもちゃんと馬力も出るっていう形で、このまま乗るっていうのもタイヤのはみ出しとか1回置いといてありですし、好みですけど、走りに行くんだったらキャンバー角戻したりとかして走りの方に振ってもいいと思いますし、どっちでもいいんじゃないかなと。で距離も少ないしね、っていう形です。で今のところ予定しているのは、クラッチはニスモの380馬力までのか420馬力までのか入れようかなと思ってますけど、いずれにしても純正入れても、馬力が出て、ね、またアクセル踏んで滑っちゃったら意味がないので、そこら辺はちょっとねお金をかけて入れてあげてもいいのかなっていうふうには今思ってます。プライスとか、そこら辺に関してはまだこれから、あとここからいくらお金がかかるかうちで予算組んでからその後に撮影して、その後にプライスを決定するので、ちょっと値段はねこれからなんでまだ分かんないんですけど、一つ言えることは安くはなさそうな感じです。この仕上がり、この内容、そしてこれからまだちょっと手がかかりそうっていうところがあるのでという感じでした。でちょっとなんとも中途半端でちょっとお楽しみにしてた方には申し訳ないんですが、こんなのも入ってきましたと。取れるうちに取っとこうの1台で、なんかすぐなくなりそうな雰囲気、この手のはなかなか残らないと思うので、たださっき言ったように、実際にホームページとかにアップするのは多分あと1ヶ月ぐらいはかかるんじゃないかなと思いますし、当然ながらこのスタイルがめちゃめちゃかっこいいので、この車高で今やってますけれども、車検を取ってホームページ上がるときはもしかしたら車高が上がっててっていう可能性も全然あるので、今のうちに収めとこうという形の今回の撮影でした。なんかご質問はありますか？この手のシルビアだと、業販での問い合わせってなんか多そうな気がするんですけど。そうだね、業販も多いです。シルビア全体的に。いやうちの車全部そうかな。結構いい質問で、本当だったらここのお店なりうちの事務所なりの近くのお客さんが買ってくれて、うちでねチューニングとかちょっとやってはないので、メンテナンスとか、車検とかでもそうですけど、お付き合いがずっとできればいいと思うんですよ。ここ東京なんですけど、でも仮に例えばじゃあ大阪のお客さんが買ったとして、うちにその車検のために持ってこれるかというとちょっと非現実的じゃないですか。それこそ九州北海道とかだったらなおさらだと思うんですけど、そうするとやっぱりお抱えのショップで買いたいっていうのがあると思うんですよ。いつも馴染みのショップであったりとか、いつも馴染みのある程度整備できる修理工場のところで買いたいとかっていうのがあると思うんですよ。そういう人たちにそういうところに、この車探してくれませんか、シルビア欲しいんですけど探してくれませんかって言っても、やっぱり販売がメインじゃないんで、なかなか探せないんですよね。し、オークションとかもそうだし、当然買い取りはやってないでしょうから、なかなか付きっきりでこう車を買う作業、やっぱそこはね整備とかメンテナンスとかチューニングがプロなんで、できないと思うんですよ。で逆に言うと僕らは、そっちができない分、逆に言うと販売、仕入れ販売買い取りとかはプロなので、そっちは僕らはずっとオークション見てたりしてますから、お客さんにも情報を送ったり、もらったりとかしてるので、そういった形でさっき言ったその大阪のお客さんが本当地元のショップでお願いしたいんだけれども、なかなかここが車を探せない、でもうちで買う場合は遠方になっちゃう、こういう場合はこのショップさんからうちにお問い合わせをいただければ、このショップさんにうちは業販で車を出させていただいて、でそのショップさんからお客さんが買うっていうことも一応できるという形になってます。でちゃんとそのショップさんにも、変な話300万で売って300万でお客さんに売るのはショップさん利益ゼロですから、ちゃんとショップさんにも利幅がちゃんと出るように、一応設定はしてあるので、もしうちの車気になってるけどでも近くのショップにお願いしてるから買えないとかっていうのがあれば、そのショップさんにうちのことをお伝えしていただければ、でショップさんから電話もらえれば、うちは業販の窓口もあるので、そういった販売の仕方もできるんでありじゃないかなと思います。基本的にはよっぽどの車じゃなければ業販は全然普通に出せる。値段が合う合わないはありますけど、そうすればお客さんはうちの車を変な話近所のショップで買って近所のショップで見てもらうことができるということもあり、あともう一つ近所であるないと関わらずショップの店員さんと一緒に見に来るお客さんもいるので、
お客さんだけ一人で見るんじゃ、言い方変ですけど、騙されるんじゃないかとか、物がいいのか悪いのか判断がつかないとかあるじゃないですか。なので、いつも頼んでるショップさんのスタッフと一緒に車見に行くっていうことも全然あるし、そういった対応も全然うちはしてるので、いいも悪いも判断いただければと思いますので、正直言って手動に関して言うと、車はもう本当に今この20年30年経った車なんで、もう手動によってはその人の求めるものと車が値段も含めて合う合わないの話なんで、もうボロボロでも走ればいいっていう人もいれば、ちょっと高くてもちゃんと綺麗で走行距離少ない方がいいっていう人もいますからという感じでした。ちょっとそこら辺の話はまた別の機会でねやってもいいかもしれないけどね、っていう感じです。もう日も暗くなってきたのでここら辺にしましょう。はい、じゃあ本日ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また今年も頑張ります。よろしくお願いします。